はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。そして本年もどうぞよろしくお願いいたします。今回は1月全体の1ヶ月分の全体運を星の動きを踏まえた上でタロットさせていただきます。お願いします。はい、いきますね。いつも前半後半に分けて見させていただいていたんですけども、ちょっと1月私旅に出ますので後半だけのものっていうのはなしになります。なので1ヶ月分ですね。そして旅先からできたら2月のものをね取りたいなと思っています。いきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。忍者、節制逆、ラバーズ、全部ダイヤルカナですね。鳳凰、ペンタクルス10、ワンドナイト逆、女教皇逆、気をつけることや対策がペンタクルスの8とワンドクイーンとオラクルがカップ10。すごい。お羊座さん1月からいいですね。まあね、前の動画でも言ったと思いますけど、やっぱり3月4月とかそのあたりからもうねグググーっときますけど、1月も十分に素晴らしい幕開けだなっていう感じがします。で12月31日がちょうど新月だったんですよね。なので1月の20日までっていうのは自分が生きる世界とか仕事とか環境っていうところに光が当たっているので、この1年どういうふうに仕事していこうかなとか、どういう世界を生きたいなみたいなことを思い浮かべるのとてもいいんですね。でもう一つ1月6日から火星が逆行して一旦ちょっと蟹座に戻るので、それによって何か少し家の中が忙しくなるとか、整理しておかなければならないことがあるとかですね、そういう物理的に何か家の中の出来事をこなさなければならないっていうことももしかしたらあるかもしれません。でもしそういうことないですよっていう方は、感情面において何かとふつふつと湧いてくるものがあるかもしれませんね。でちょうどその1月20日までっていうのが仕事とか社会とか自分がどういう世界で生きるかっていうのを自分で見ていく時なので、それに相反してなんだか心がざわざわするぞとか、なんか納得いかないなとか、家族のことでいろいろ何か自分が手をかけることが出てくるっていうこともあるんじゃないかなと思います。これちょっと星の話なんですけどね。で同時に1月の3日から金星というね、社交性とか愛情とかお金っていうものを司る金星が魚座に入るんですよね。それによって少しナイーブになります。お金というものだけじゃない、何か感情的に訴えかける何かが欲しいみたいな感じになるかもしれません。少し繊細になって人の優しさにも繊細になれるかもしれないし、もしくはその寂しいとかもうちょっと構ってほしいとか、そういうふうに出る方もいらっしゃるかもしれません。でやはり1月の19日前後っていうのがちょうどナイーブなね感覚っていうものがピークになりそうで、お羊座の皆さんはもうそこになんか焦点を当てる暇がないぐらいなんだかいろんなことが動いてるのかなとは思いますが、ただやっぱり静かになった時に自分が少し一人の時間を持ったりとか、静かになった時になんだか自分の中の一番弱い部分っていうものが少し刺激を受けるかもしれませんね。例えばですけど、お仕事してて忙しい時は気づかないんだけれども、なんだかどこか置いてきた自分の感情っていうものをもう一回見返さなきゃいけないとか、何かが少しうずくみたいな感じかもしれません。そしてね、それがきっかけとなってなのか、1月の20日以降っていうのは人との付き合いとか人とのつながりっていうのがすごく活性してくるんですね。これはもう2026年の前半のテーマとすごく一致しているので、人とのつながりの中でもうどんどんつながっていく、どんどん話が膨らむとか流動的になっていくっていう形が出ています。すごくそれもカードでも出ています。なのでなんだかね、深読みすると、星で深読みすると、結構忙しくしてるけど感情的にはいろんなことを感じるんだろうなと思うんですね。でそのナイーブになってるからこそ優しさに反応したりとか、ちょっと寂しくなったりとか、もしくは少しイライラしたりとかっていうことで感情が少し波
かざわつくかなとは思いますが、それも必要な流れがあって、その出来事が結局20日以降の人とのつながりとか、一緒に何かをやっていくとか、自分の好きなことをやっていこうっていうふうに流れていくんだなっていう感じがします。星はそんな感じです。たとえ逆行してる星がたくさんあったとしても、お羊座の皆さんそれを全然気にせず進んでいけそうだなっていうふうに思いました。そしてやはり最初は思慮深く今年1年のテーマとか計画っていうのをちゃんと見ているし、しっかりと自分の人生を立て直すっていうほど悪かったわけではないんですが、なんだかやっぱりこういうふうにしていきたいっていう強い思いがあります。静かなる強い思いがすごくあります。そしてその自分が願っている通りの、人生を生きれるだけの精神力もあるし、経験もあるし、こうしたらできるんだっていうのを自分で分かっているっていう感じです。何が自分の人生に一番大事かを分かっているって感じがして、すごくいいですね。落ち着いてるというか、そしてその後ですね、もういきなりペンタクスの10っていうカードが出ていますので、しかもオラクルもカップの10ということで、めちゃくちゃいいわけですよね。これは現実的にもいろんなことがバランスを取れて、満たされている。さっき言った星でもちょっと家族のことでいろいろ関わるきっかけがあるのかなと思いますが、それはそれで豊かだなっていう感じもしますし、一つのことだけではなく生活のいろんな部分のバランスが取れて、生活の満足度チェックみたいなのがもしあったとしたら、仕事だけじゃない健康もある、家族もいるとかお金もとかって、そういうバランスが非常に取れてる感じがしますね。ですのでもう本当に年明けからとてもいい感じです。とてもいい調子よく進んでいける、満たされてるなっていうことを自分でも体感しながらやっていける。でそしてさらにここでワンドロナイトっていうのが出ているので、もし自分が決めた計画っていうものを爆走しようと思ったらできるんだけど、それはしませんみたいな感じですね。あくまでも冷静に無理なく自分のこの計画を遂行していこうっていう感じがあります。ですのでなんだか私は思うんですけど、やっぱり中旬ぐらいから非常にいい流れに乗ってるぞって感じがします。1月の中旬ぐらいから、特に13、14あたりっていうのも何かがね動いていきやすいっていう流れではあるんですけど、その後の19日ぐらいにもしかしたら何か一つ気持ちの中で整理つくことがあるのかもしれないし、それによって自分の行動っていうのも不安だからとにかくやっとくとか、そういうんじゃなくって、ちゃんと今の自分に適した行動量っていうものができるような気がするんですね。でその後またすごく知恵が働いて、本田京子の逆ということで頭を使ってます。とてもその後半になればなるほど頭を使ってるって感じがしますね。何かを取り入れている、自分の人生の中に情報や得ていることや人との関わりや何かっていうのを自分の中に取り入れて、非常にそれをうまく融合させようと一生懸命何かをマーブル状にしている感じがします。はい。ただね、全体を通して言われているのがやっぱりカップの10で、本当に幸せを感じられる時間があるのだから、それを感じてくださいっていう感じがします。心配事とか悩み事っていうのはいくらでも作り出そうと思えば作り出せるけど、今感じられるこの温かな空気感があるとか、穏やかな流れがあるとか、今いる自分の環境を自分で認められるっていうのがあるので、それをやっぱりしっかりと体感して次に進んでほしいなというふうに思いました。で気をつけることや対策っていうのも特にそんな強く忠告されてるわけではなく、持続していくこととか、毎日の生活をきちんとやっていくことによって、その今の幸せな感覚っていうものをちゃんと体感できますよというふうに言われてますし、今ご自身が自分のことをどう思っていようとも、やっぱりワンドのクイーンっていうのは非常に大人な人っていう感じができる人っていう感じがするんですね。だから自分なりに立て直してきたことや、自分なりに仕事頑張ってきたことややってきたことっていうのがすごく自分を守っているし、それを誇りに思える。何かもっと得なくっちゃっていうよりも、すでにあるものを、自分の中にある素質だったりとか気質っていうものを自分で認めていけるんだなって感じがしました。本当にあえて言うとなんですけど、すごく可能性が広がってる感じがするんですね。ここでも女教皇、何かを取り入れようとしているみたいな感じもあったり、ここでも節制というものがあって、今まで自分が手に入ると思わなかったものがやってくるみたいなっ
手が届くみたいなのがあるんです。ただまだちょっとこれ私から見ると逆位置なので、まだそれをうまく融合できていないみたいな感じがあるんです。でもとても今までの自分とは考えられないような大きなチャンスだったり大きな話だったり何かっていうものが何かやってきて、それを冷静に見ている。でこういうチャンスが来てるということ自体がとっても幸せなことだと。それは今の自分のこの自分だからこそ来てる話なんだ。そしてそれを十分にその喜びを感じてほしいという感じがしました。なんて素晴らしいんでしょうか。ちょっとこれを踏まえた上での仕事を見てみましょうかね。仕事、吊るし人とワンドの6とワンドナイトですね。ここでもねワンドナイト出てるんですね。でも一応逆位置っていうことで、私はそれをあえて暴走しないんだなっていうふうに思ったんです。でここでも吊るし人っていうのが出ているので、お仕事として相対的に見るとか何か全体像を見るっていうことに関しては十分の計画があるけれども、今自分がそこに携われるわけじゃないんだっていう形で、仕事ってなった時に仕事の特に1月20日までっていうのはいいんですけど、仕事だけに携わるわけじゃないみたいな感じがありますね。その仕事だけをに 100% エネルギーを注げないみたいな感じです。何か他にやらなければならないことがあるからそちらに結構手を取られているというか足を取られている感じがして、ただ仕事としてはビクトリーなので勝利っていうのも出てますし、ちゃんとそれを進めていけるよっていうのもあるので、何かは始まりますよねこの時期。特にご自身でされてる方であればおそらく何かしらの計画があると思うんですね。でその計画っていうのはうまくいくような流れがありますけれども、ご自身がそこに 100% 携われない何か理由があるっていう感じです。そして会社員の方とかでも自分のやることとかできる範囲っていうのは決まってるし限られてるし、許可されてるのはこの範囲だけなんですみたいなのがありますが、でもその範囲の中で十分自分の力発揮できるよとか、お羊座の皆さんが何か企画を進めていくだけの企画力とか力があるよっていう感じで言われています。ちょっと人間関係見てみますね。ちょっと今回はねラブ動画が撮れなくてすいません。人間関係、恋愛も含めて見てみましょう。人間関係、ワンドの5、ワンドエース、ペンタクスの6。人との関わりは多いですね。ここでもやはりいろんな人が出てきてますし、もしかしたら少し前に知り合った人との関係っていうものがまた盛り上がってきてるのかもしれませんけども、ただなんか穏やかに座ってカフェでくつろいでとかそんな感じではなく、とにかく人との関わりが激しいぞみたいな感じです。いろんな人が関わっていくっていうか通り過ぎていくみたいなものもありますし、その中で自分っていうものをしっかり保っておかないと流されちゃうみたいな感じもあります。わーって感じがあるので、私はこうです、今はこうですみたいな感じでしっかりと自分っていうのを保っておくことによって、別に揉めたりとか喧嘩するとかではなく、エネルギーを奪われないっていう感じがします。それだけちょっとねいろんな人が交差していくって感じがするので、飲まれないように自分をしっかり保つということと、あとやはり人間関係のところでペンタクスの6が出てるっていうのは、お互いが持ち合わせてるものを出し合うというか、自分の得意なことはこれですみたいな感じで誰かに何かをやってあげることによって相手からもそのようにその人の得意なことを受け取るみたいな、そういったちょっと優しい感じもありますね。やっぱり勢いがあるっていうか、1月自体がものすごい突破してるとかいう感じではないんですよね。ここまで積み上げてきたものとして今のこの幸せな状況がある、すごく満たされた恩恵があるよねっていう感じなんです。ちょっとね恋愛のことも見てみましょうか。また出ましたね。ペンタクスの8と忍者ですね。
そしてカップ5ということで、恋愛に関してもなんかいい人との出会いっていうのはすでにあるとは思うんですけども、その人とものすごくなんかロマンティックな感じを楽しめるかっていうとそうではなく、お互いにコツコツやることをやりましょうみたいな感じで、その感情に溺れない、こう下手に期待しすぎてがっかりもしないし、なんか感情に溺れずにちゃんと自分のことを保ちながら自分のやることをやっていきましょうみたいな形ですね。なので少しそれぞれが自分のことに目が向いているっていう感じかもしれません、恋愛でいくと。そんな感じかな。まあでも1月本当に強い運がありますね。強い幕開けだなって感じがしますので、ぜひ豊かな時間を過ごしてください。はい、人はいっぱい会いそうです。ちょっと最後にもう一枚引いてみますね。羊田さん。はい、これかな。ディバインプレゼンスということで、降臨って感じじゃない、神降臨。はい、このメッセージ、このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんも自分の直感でねメッセージを受け取ってみてくださいね。でもなんだかこうすごく愛情とか愛とか何か想像していくものっていうのが今そこにあるよって感じがするので、何でも生み出せるよって感じがしました。今これが与えられてるんだって感じ、すごく与えられてる感じしますよ今。でこれはなんかどっかからペタッとなんかやってくるものではなく、自分が作り出しているこの現実の中にあるっていう感じがするので、いいですね。どんな豊かな経験ができたのか、またよかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。ということでまた、1月の末までに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。